皆さんこんにちは。今日は2023年の自己紹介動画を撮っていきたいと思います。上野アリサ何者ってググらないでね。撮影とギャルと予備校みたいな高校生活、それがあったから私ってこんなに頑張れるんだっていう自信につながったし、言い切れないぐらい最高な人生です。で今日はマイルズに、質問というかみんなから募集した私にまつわる質問のマイルズに問いかけてもらいながら自己紹介していきたいなと思います。はい、ではまず自己紹介お願いします。上野ありさ、1989年12月21日生まれ、出身は、東京都です。生い立ちは、幼稚園までお父さんの転勤で大阪に住んでて、で小学校1年生から東京に戻って目黒らへんの小学校に通って平和に育って、で中学校から私立の女子校、渋谷にある女子校に通って、高校1年生の時に2年だったっけの時に、私立の校則がすごく厳しかったので都立の学校に編入して、でそこからその編入と同時に芸能活動が私立の方は禁止だったから都立に編入したと同時に雑誌「ポップティーン」とか「ラン好き」とかに出るようになって、大学予備校に通って、清泉女子大学に入学して、で清泉で4年間過ごしながら大学3年の時にフィグ&バイパーっていうファッションブランドを始めるお仕事のお話をいただいて、でその時は雑誌のナッツとかブレンダーに出てたんだけど、フィグのお話をいただいてやりますって言って大学4年生の時に心斎橋、9月に心斎橋大場店をオープンして、その後2月に109店オープンして、で大学卒業して正社員になったという感じで、DJ に関しては、DJ の始めたのが自分の20歳のお誕生日会で初めて DJ を披露して、それまで練習して、そこからどんどんお仕事が増えていった感じです。今どんな仕事をされてますか？肩書きは？はい、今のお仕事はメインフィグ&バイパーを去年2022年の7月に、卒業して、で今まではフィグ&バイパーっていうブランド11年間やってきて、クリエイティブディレクターとしてデザイナーいろんなことを全部ブランドの全部やってたんだけど、それをやめて今の肩書きは DJ スラッシュコンテンツクリエイターみたいな感じで、今のお仕事は、インスタグラムとか YouTube とかそういうのがメインのコンテンツクリエイター兼 DJ 兼、あとオブソブというセルフケアブランドのジャパンディレクターをやっていたりとか、あと今年はいろんな新しいこともまたさらに始まるので、そちらも期待していただけたらという感じで。でもそう私って何者なのってさ、昔から知ってくれてる子はみんな知ってくれてると思うんだけど、最近知った方々はやっぱ何こいつなんか遊んで暮らしてるじゃないけど旅行行きまくって何なのみたいな風に思う方も多いと思うんですけど、私も自分が何なのか分かりませんけど、世間に知られているのは、DJ とあとフィグ&バイパーのディレクター、クリエイティブディレクターとしてお仕事していました。あとインフルエンサー業もやらせていただいてます。でインスタとかに関してはもう本当にアメブロ世代だったので、高校生の時とかからずっとブログを書いて自分の日常をシェアすることが結構もうルーティーンというか、自分のもうすごいオーガニックにやることだったから、それが続いて、こういう感じです。まず最初の質問、仕事で嬉しかったことは何？仕事で嬉しかったことは、これ多分前の自己紹介動画でも言ったと思うんだけど、2018年ソフィー・タッカーっていうアーティストと一緒に曲を作って、で私もラップで参加してて、その曲が、ビルボードのホット100に入って、アップルの iPhone X のコマーシャルに使われたりとか、オーシャンズ8に使われたりとか、今までにいろんな映画とかドラマとか広告とかに使っていただいてて、最近だとランコムのリリー・コリンズが出てるキャンペーンの動画で使われてる。しかも私のパート、日本語でラップしてんだけど私のパートがそれで使われてて、それも最近あって嬉しかったことだし、お仕事で嬉しかったのはやっぱそれが私の中ですごく大きな出来事で、 Vlog とかにも出てくるようにリビングにもそのゴールドディスクとかプラチナディスクとかの飾ってたりするんだけど、それがすごく私の中で誇れるキャリアの一つと、けど嬉しかったことはたくさんあって、フィグ&バイパーでニューヨークコレクションに出店、1ブランドとして出店させてもらったこともすごく嬉しかったし、すごい誇れる仕事がいっぱいあるかも。だから嬉しかったこと、誇らしかったことはすっごくたくさんあって、言い切れないぐらい最高な人生です。どんな学生時代を過ごしましたか？小中高大。小中高大。小
結構リーダーシップ取ってたと思うな。あとすごいギャルに憧れてて、小6の時とかすごい頑張って日焼け伊豆の海でね、家族で行った日焼けしたり、その時ガングロみたいなの流行ってたから、でママに丸キュー連れてってもらって、ジャッシーの紙袋、ショッパー、紙じゃないか、ショッパーを持ったり、なんかギャルになりたい小学生で中学校の時はもうパゲルだったかな。私立ですごい厳しかったから、夏休みとかだけ髪染めたりして、でもなんかもう結構一番目立ってるグループの一人にはいたかなって感じで、あとはもう3年間部活を、ダンス部だったんだけど、すごい部活を頑張ってた。だから結構中学は部活っていう感じで、高校に関しては途中まで私立で途中から都立だったんだけど、私立の時はまあ普通にそのままちょっとなんかパゲルみたいな感じで、編入してから編入するためにもすっごい勉強して受験しないと編入できなくて、なんか10か15ぐらい偏差値が上がっちゃうのね、編入って。だからすごい一生懸命勉強してて、そっから勉強が始まっちゃって、大学は絶対その元々の私立のエスカレーターの大学より絶対いい大学に行くって決めてたから、編入してすぐ予備校に通い始めて、だから撮影とギャルと予備校みたいな高校生活だったかな。でも都立の方はすごい楽しかった。なんかやっぱカルチャーも全然違くて、みんな最初はなんかギャルばっかりだからいじめられちゃうかもとかすごい思ってたけど、みんな優しかったし、すごいハッピーで楽しい学校で、大学時代は女子大だったから出欠がすごく厳しくて、でも遊びたいし、大学もちゃんと行って4年で卒業しなきゃって思ってたから授業を受けて、で終わったらそれこそ今も仲綾乃とかいいちゃんとかと集まって、クラブに行ったりして、で次の日一元から行くとか、そういうのをやって、もうすごいパワフルに。でフィグも始まったから、なんかめちゃくちゃ忙しかったかも、大学生時代は。遊びに、で旅行もそうすごく行くようになったから、遊びに仕事に勉強にすごく忙しい4年間だった気がします。あと先生とすごい仲良かった。大学は4年の時とかみんな単位取ってて、私だけ週4とかで学校行ってて、友達がいない時とかは先生と一緒にお弁当食べたりとか、すごい先生と仲良くしてもらって、今でもメールとかしてるぐらい大好きな大学です。家族構成、両親、兄弟はどんな環境で育ちました？家族構成はママ、パパ、お兄ちゃん、私、犬という感じで、あとおばあちゃん今ご健在ですという感じで、どんな家庭で育った？基本パパはいなかったかな。なんか年の3分の2ぐらい出張で、海外が多くて、なんか営業だったのかな、楽器会社に勤めてたので、もう帰ってきたらなんかパパ今日泊まるのって聞くぐらいいなかったので、もう本当に私はだからすごいマザコンで、今でもママって言ってるのはそれも理由で、お兄ちゃんはすごく優しい、すごく静かで、私と真逆のちょっとオタクで全然違ったタイプのキャラクターでも、なんかつかず離れずというか、がっつり仲良くないから仲いいのかも、ずっと未だに。で家族4人、ママとパパは別々に暮らしてるけど、ママはおばあちゃんと一緒に暮らしてて、けど家族4人でよく集まってご飯したり、マイルズもね一緒に来てくれたり。どんな家族？陽気だそうです。確かに全員よく喋ってるもんね、お兄ちゃん以外。お兄ちゃんだけ黙ってて、パパもう私もめちゃくちゃ喋るから。あとパパが雑学がやばすぎて、あとなんかめっちゃ飲み歩いてるんだけど、なんか私の名前をめっちゃ出すんだって。嬉しい、なんか分かるんだけど、なんかもうほんとめちゃくちゃ飲み歩いてるから、なんか DM とかでなんかアリサちゃんのお父さんとの居酒屋で会ってなんか飲みました、分かんないけどとか来るの、なんか本当やめてほしいんだよねそれっていう感じで。パパはすごい自由人です。今までで一番辛かった苦労したことか？苦労したこと、やっぱ高校編入の勉強と大学受験は、高校編入の時は結構食らったな。もう1ヶ月毎日塾行って、もう本当に昼ご飯も夜ご飯も塾で食べるぐらい毎日塾行って、で編入試験受けて、で1ヶ月でマジで6キロ7キロぐらい痩せちゃって、勉強しすぎてでもなんかそれがあったから、私ってこんなに頑張れるんだっていう自信につながったし、辛かったこととか苦労したこととか今まで結構たくさんあったと思うんだけど、大阪でのフィグのオープンの時のビラ配りとかもめっちゃ辛かったけど、なんか別にあんまわざわざ思い出さないかも、嫌なことって感じです。今まで何のバイトをしてきました？今までしてきたバイトはローソン AMPM、 青森料理居酒屋、渋谷のセンター街の居酒屋ぐらいかな。どうやって英語を話せるようになりましたか？英語を覚えようと思ったきっかけは？
英語の質問がめちゃくちゃいつも Q&A をすると多くて、これは1本の動画にそろそろした方がいいんじゃないかって思ってるんだけど、それをすることも加味してお伝えすると、本当に私やれること全部やったから、これをしたから私は英語を話せるようになりましたっていう決定的な決定打がなくて、だからビデオにするのもすごく難しいから一つずつ説明していくしかないんだけど、基本ずっと言ってるように私はその受験勉強とか結構してきたタイプだから、結構この読み書きの勉強で英語を取得していって、そこから会話に入っていったタイプ。英会話も通ってはいたけど、通ってたっていうか、ノバとか言ってたけど大して行かずにただお金だけ払って終わっちゃったみたいな感じの部分もあるんだけど、ただマイルスと付き合って8年なんだけど、マイルスと付き合ってからは生きた英語を結構耳にするようになって覚えたのもあるけど、でもマイルスとは日本語で一切英語話さないし、でも私って英語喋れるって言っていいレベル？そんな偉そうにさ、英語を話せるようになったビデオとかしていいのっていうレベル。いや、イングリッシュつけれるか。だって嬉しい。じゃあ頑張ってよかった。英語話したくなったきっかけは、小学5年生の時に初めてジャネット・ジャクソンのライブにパパに家族みんなで行って連れてもらって、ジャネット・ジャクソンにしびれすぎて、かっけえ私もこんななりたいってなって、All for You のアルバムの時なんだけど、でそっからパリス・ヒルトンにハマってシンプルライフとかめちゃめちゃ見てて、だからみんながジャニーズとか、私はスマップ大好きだったけど、アイドルとかを好きだった時に私はプリクラ帳とか全部HMV とかでもらったブリテニーとかシアラとかビヨンセとかデスチャとか切り抜きとかをプリ帳とかに貼りまくってて、もうとにかく海外セレブが大好きで、絶対私英語喋れるようになりたいと思ってママにお願いしてノバに最初行ったんだけど、全然続かなかったりとかしながら、でも英語の成績が最初から好きだったからよくて、それで成績がいいから続けられたっていうのもあるかもしれないです。今まで何カ国の国に行きましたか？何カ国に行ったんだろう。ビーンっていうアプリを使ってるんだけど、ちょっと一応読みますね。モロッコ、中国、香港、マカオ、インドネシア、フィリピン、ロシア、シンガポール、韓国、台湾、タイ、ベトナム、ベルギー、クロアチア、チェコ、フィンランド、フランス、ニューカレドニア、ドイツ、ギリシャ、アイスランド、イタリア、マルタ、オランダ、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、イギリス、メキシコ、アメリカ、オーストラリアです。はい、じゃん。趣味は何ですか？趣味は旅行、音楽、旅行。次。旅行2回目の。旅行大好き。日本国内でも海外でも大好き。アリサ、漢字のアリサの名前の由来は何ですか？はい、上のアリサ。上が植物のアリ、サは砂なんです。でよく砂を間違えられて、全然いいの、もう変換で出てこなくて自分でもだるって思うんだけど、ただすごく気に入ってる。意味はないけど、で全て自覚でつけてもらったので、もともとは、私おじいちゃんが絶対カトコにするって言ってて、加えるに北斗のとに子供の子でカトちゃんっていう名前になる予定だったんだけど、ママが絶対アリサがいいっていう風に言って、でアリサになったんだけど、ママは三髄が良かったのかな、サが。だけどおじいちゃんが石辺の砂が良くて、でじゃあせめて漢字はおじいちゃんの希望に沿いますので名前はアリサにしてくださいってママが言ってアリサになったの。すごい名前も気に入ってるし、砂っていうのもなかなかね珍しいので気に入ってます。最後の夏に食べたい食事はむずい。なんだと思う？清水屋のクリームパン。中国飯店の北京ダックといっぱい選ぶ清水屋のクリームパンと堂島ロールもあり、やっぱね、でも結局米、白米、定食、もう定食に限るよね。ですね。丼より私飯おかずみたいなのが好きで、だから定食がいいかな。でも美味しいものいっぱい食べたいな最後は。煮魚か煮魚と肉両方。次は長所と短所。これ自己分析するの？長所と短所。長所ポジティブなところ、明るいところ、コミュ力高め。でもポジティブなとこかな。自分でもすごい感謝してる、自分の性格に。短所は雑、すごいガサツなところ、あとマイルズにすぐ当たっちゃうところあと何？私の短所ないよ。だってあるでしょ。それ以外の答えがない
ガサツでマイルズに当たっちゃうところが短所かな。あと人に求めすぎちゃうところ、なんか人に自分と同じを求めちゃって人に厳しくなっちゃう時があって、特に近い人とか、それってすごいなんか自分と同じことを求めちゃいけないなって結構反省する。だから人になんか愛があるからこそだけど、人にちょっと強く言っちゃったり、思ったことすぐ口に出しちゃうから強く言っちゃったりとかした時に反省して謝ったりするって感じです。ロールモデルはありますか？好きなインフルエンサーは？やっぱヘイリー・ビーバーかな。でもセレブ大好き。ケンダル、ヘイリー、ベラ、あとエルサちゃん、ジョーダンちゃん、最近はね。けどジョーダンちゃんとかそっちのインフルエンサー系は結構今好きっていう感じ。あと抹茶茶ちゃん大好き。超推し、私のみんなに教えたくないみたいな推しです。海外移住したいと思いますか？そう思わない理由は？海外移住はまあしてもいいかな。けど今の生活続けられるのは今が一番いいけど、やっぱ東京ベースでいろんなところに旅行できる、旅できるのが一番、私は東京大好きだからいいし、やっぱ何かとかゆいところに手が届くし、全てが整ってるし、東京って最高だから日本って最高、めっちゃ住みやすい、ご飯美味しい、安いみたいな感じだけど、マイルズとよく話すのはヨーロッパやっぱり住みたいよねって思ってて、けど子供の頃って将来はじゃあアメリカに住みたい、どこどこに住みたいって思っても簡単に住めると思ってたけどさ、大人になると難しくってビザが必要だったりとか、じゃあそこの現地で働かなきゃいけないとかさ、いろんなしがらみが出てきて簡単に移住ってできないなってひしひしと感じるんだけど、アメリカに関しては、お家もマイルズがお家もあるしオプションがあるけど、自分が住むっていうよりは将来子供ができて英語とか語学のために住むっていうのはありだけど、個人的な意見としてはヨーロッパに住みたい。2023年の仕事面の目標は？2023年は新しいことをたくさん、この後のビデオかなでお誕生日の Get Ready With Me でもちょっと詳しく話してるんですけど、そうだね、今年は新しいことをたくさん始めるので、やっぱり私はエンタメが好きで新しい分野にも挑戦しようと思ってるし、あとはもうちょっとビジネス寄りなことももっともっとしていく予定なので、今お知らせできることがどのくらいあるんだろうって感じなんだけど、なのでぜひ期待していていただけたらと思います。2023年行きたい国、行く予定の国。2023年行きたい国、やっぱキューバ行きたいな。キューバ行きたいけど行くのかな、わからないけど、行く予定の国は今のところ決まってるのはバリ、ドバイに行くかもで、あとハワイ、あともしかしたらシンガポールに行くかも、あと韓国、これは決まっててもうすでにね1月2月3月とかなので、今年もねたくさん旅行してたくさん旅していろんなこと吸収したいと思っています。でもなんか今年行きたい国とかはないかな。なんか大体 1,2 ヶ月前にポンポン決まっていくから、また休みが取れたらどっか行ったことないとこに行きたいけどね、今遠いからなんせ高いし、なのであんまりちょっと様子見かなって感じです。今後の夢5年後と10年後。今後の夢5年後10年後、あんまり私長いスパンの、ね、目標を立てないんだよね。毎年、1,2 年とかは立てるけど、気が変わるっていうことに気づいて、25の時に5年前の自分と5年後の自分ってベースは一緒だけどビジョンが変わってたりするから、あんまりそれに縛られたくないから5年後の夢とか目標とか立てないようになったの、25の時に。だけど子供は欲しい、とにかく子供が欲しいかな。家庭を持ちたいです。なのでなんかそれに慣れてたい。なんか今って自分一人の身で身軽にどこでも行けて何でもできて、で正直これが最高すぎて、なんか子供とかできたらできないことがたくさん増えるのも分かってるからこそ、早く子供を産んで、子供が生まれたらどうなるかで、それに対してどの程度のことまで仕事ができるのかとか、産んだことないから分かんないから、母性がどう出るのかも分からないし、だからそれに慣れて仕事は絶対続けたいから、今の私はそう思ってるから、プライベートとお仕事のバランスをすごくうまく取れるように、今はさ言ったら自分のさじ加減だけでプライベートとお仕事ってバランス取れちゃうから、5年後10年後はそこがうまく違った環境になって取れてるといいなって思っています。はい、終わり？終わりです。
はい、というわけで喋り倒しました今回もということで、自己紹介動画なのに、結構話し言葉ですし、初めて見た方とかに関してはちょっとなんか慣れしい感じになっちゃうかもしれないんですけど、私はこんな感じで YouTube をお届けしております。で、Vlog とかもね撮ってますので、ぜひ他のビデオも見ていただけたらなと思います。では皆さん、これが上野ありさでした。よかったかな？上野ありさ何者ってググらないでね私でも何者なのか分かりませんということで、今年も皆さんよろしくお願いします。はい、最後まで見ていただいてありがとうございました。よかったらチャンネル登録、いいね、コメントお待ちしてます。ではまた来年も撮ろうかなと思うので、この企画覚えておいてください。じゃあまた次回のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。